薄暗く閉ざされたトイレに裸で監禁されていた兄弟。激しい上に苛まれた二人は決して口に入れてはいけないそれに手を伸ばそうかありませんでした。2017年8月、シンガポールの某所アパートの一室からまだ幼い子供のすすり泣く声が聞こえていました。二人の兄弟の名は5歳のアイーシャちゃんと弟の A 君。彼女たちは限りなく狭い空間の中で心細そうに体を寄せ合っていました。決して清潔とは呼べないその場所はトイレの中。両親によって弟と共にそこに閉じ込められていたアイーシャちゃんは力なくつぶやきます。お腹空いた。そう、兄弟は長時間ろくに食事も与えられず、そのトイレに監禁されていました。しつけと呼ぶにはあまりにもひどいその仕打ち。そしてその仕打ちはひどいという言葉でもまだ足りないくらいのものでした。なぜならアイーシャちゃんと A 君はもう10ヶ月間もトイレに監禁され続けていたから。約10ヶ月間狭いトイレに監禁されていた兄弟。彼らはなぜそれほど過酷な仕打ちを受けることになったのか。2人を虐げ続けた父親は彼らを守れるだけの覚悟がなかったんです。おそすけちゃんです。やみやみかんでというわけで今回ね、シンガポールについての話題なんですけども、シンガポールといえばです。半年前ぐらい行ったんですよ。 F1 見てたじゃない。そう、 F1 見てたんだけど、解説がさ全部英語でさなんかわけわかんないスピードで車が一瞬通るの、しかも当日券しかなくて、俺クソ安いなんか一番よくわかんない低いとこから見てさ、みんなで取り合いしてて、もうなんかわけわからず帰ってあれちゃんと分かってたらおもろいんだよね。そうそう、事前情報がないとね、だって目の前誰が走ってるかさえわかんない。いや、そう、日本人のいたよね。なんだっけ、そうそう、一人角田裕樹。角田元カノの名字と一緒だよ。どうでもいいの、先に突っ込んだよ、絶対言われるからね。シンガポールね、国としてはめっちゃ綺麗でした。空港が確か世界で一番いい空港って言われてるのかな。綺麗ってこと？マレーシアと混同されるみたいな、ちゃんと言ったからもう混ざんない今回はね、児童虐待事件をねご紹介するんですけれども、この事件ね、幼い兄弟がですよ、10ヶ月間もの間ねトイレで監禁されてたんですよ。そしてそのうちの一人が命を落としてしまうという結果になった非常に痛ましい事件なんです。10ヶ月も監禁ってさ、もうその子がどんな苦しみを受けてるかって想像できないのかしら、やってる方は。今回の事件はね、経済的な困窮っていうのをきっかけにした事件なんですけど、なんか自分が辛い状況で人に当たっちゃうっていうのは人間の差がというかね、そういう人も一定はいるとは思うんですけど、それにしてもなんでここまでのことが起きてしまったんだというね、そういう事件なんです。父親によって過度な監禁虐待を受けていた兄弟。彼らは生き延びるために本能的にある行動をとっていたんです。生きるために。2015年12月、シンガポールの某所アパートの一室から聞こえていたのは、まだ幼い子供のかすかな息遣いと何かをむさぼり食べるような音。当時5歳の少女アイーシャちゃんとその弟 A 君は床から何かを拾い上げては口へ運んでいました。時折戻しそうになりながらも口へ運んだそれを必死に飲み込もうとするアイーシャちゃん。彼女と弟の A 君が食べているものはなんと自分たちの排泄物でした。その部屋に置かれていたマットレスにもかじられたような跡が。アイーシャちゃんと弟の A 君はそんな到底食べ物とは呼べないものを食べなければならないほど空腹に襲われていたんです。しばらくするとアイーシャちゃんたちの部屋へやってきた父親。そんなもので遊ぶんじゃない。父親は排泄物を手にした兄弟の姿に激怒し、2人に手を挙げました。しかし何より2人が飢えに苦しんでいる理由はその父親にあるんです。事の発端は約1年前に遡ります。2015年初頭、アイーシャちゃんと弟の A 君は父親に連れられ、初めてそのアパートへやってきました。今日からここがお前らの家だ。新しい兄弟とも仲良くするんだぞ。父親に促され、少し緊張した面持ちでその家に足を踏み入れた兄弟。アイーシャちゃんたちは両親の離婚以来里子に出されていましたが、今日この日再び父親に引き取られることに。家の中では父親とママ母の間に生まれた3人の子供たちが楽しそうに遊んでいました。この時のアイーシャちゃんたちはそんな新しい兄弟たちと過ごす楽しい未来を想像していたのかもしれません。すごい楽しそうな雰囲気なのに、もうこっから虐待されることになるだなんて、もうアイーシャちゃんたちも想像だにしなかったわよね。ほんとね、そうなんですよ。こっからね、さらに予想外にね、困窮をしていくんです。父親のアパートへやってきてしばらくした頃、アイーシャちゃんと弟の A 君は元気がなさそうな様子でへたり込んでいました。お腹空いたね。アパートへ来たばかりの頃は3食満足に食事ができていた2人。しかし数ヶ月もすると子供たちの食事は1日2食に減らされていました。
ました。父親は警察官を補佐する補助警察官の仕事をしていましたが、子供5人を育てていくのにその収入は十分ではありませんでした。見通しが甘い部分もあったのでしょう。アイーシャちゃんたちとまた暮らしたいと思い、彼女たちを引き取ったのはいいものの、たちまち生活費に困るように、養育にかける費用を減らさざるを得ず、子供たちはよほど汚れていない限りおむつも変えてもらえなくなっていきました。またアイーシャちゃんたちはケースワーカーの面談を受けていたのですが、家庭事情の後ろめたさからか、父親はいつからか面談にも行かなくなるんです。アイーシャちゃんと弟の A 君は学校や幼稚園にも通っていなかったため、福祉職員が訪ねてくることもあったのですが、今は母親のところで暮らしています。父親はそう言ってごまかし、アイーシャちゃんたちを決して人前に出そうとはしなかったんです。そうしてアイーシャちゃんと A 君がやってきて1年が過ぎ、2015年12月頃になると、父親の補助警察官の仕事がなくなり、余計に家計は困窮。アイーシャちゃんたちの食事量はますます減らされ、2人は空腹のあまり排泄物まで口にするように。父親はそんな兄弟の姿に苛立ち、何度も手を挙げました。そしてある時、父親はいつになく鋭い目つきでアイーシャちゃんと A 君を睨みつけ、こう言ったんです。お前たちにはもっと厳しいお仕置きが必要みたいだな。ここから2人は約9ヶ月間、本棚とタンスで囲まれた90センチ四方のスペースに閉じ込められてしまうんです。父親は極めて狭いその場所にカメラを設置し、アイーシャちゃんたちが逃げ出さないように常に監視。食事とお風呂の時間以外、兄弟2人はその空間から一切出られなくなってしまったんです。生活が苦しくなっちゃったことに関しては、もう苦しくなっちゃったらどうしようもない部分はあるんだけど、そうなったらそうなったでしっかりと行政を頼るなりなんなり解決策を取らないとダメじゃない。変にね、ストレスを溜めて虐待に走るっていうのはもう言語道断ですよね、これ。実はそんな父親もね、一度だけこのままではダメだとね、考え直したことがあったんです。逃した機会。2016年10月、アイーシャちゃんの父親は福祉施設へ訪れました。娘と息子を養子に出したいんです。福祉施設の職員に向かい、神妙な面持ちでそう告げた父親。彼はアイーシャちゃんと弟の A 君に暴力を振るいながらも、ずっと葛藤を抱いていました。このままだといつか間違いが起こってしまう。そう、父親は立ち行かない生活の中で2人に対する暴力がエスカレートしていってしまうことに自分でも恐怖を覚えていたんです。しかし結果から言って2人を養子に出したいという父親の申し出はうまくいきませんでした。養子の手続きにはアイーシャちゃんたちの実のお母様か MFS の同意が必要になります。この説明を聞き、アイーシャちゃんたちの父親はなぜか子供たちを養子に出すことを断念してしまうんです。実の母親への連絡が困難な状態かつ虐待を働いてしまっている手前、政府機関である MFS への相談もハードルが高かったのかもしれません。なんでここで諦めちゃうのよ。自分が虐待してることがバレちゃう恐れがあるから引いたってわけてよ。はっきりとは分かりませんが、この MFS という組織は児童虐待問題にかなりね、厳しくそして真剣に取り組んでるんで、虐待をね、知られたらまずいと考えた可能性は大いにあるんです。というわけで本日のメトラキーワード、MFS とシンガポールの児童虐待について。MFS とは社会家庭復興担当国務省と呼ばれるシンガポールの政府機関、経済的困窮や暴力、虐待など家庭内で起こり得る様々な問題解決をサポートしています。また、児童虐待や青年の犯罪率、障害者雇用の現状などの独自調査を行っており、あらゆる社会問題の改善に働きかけているんです。そんな MFS の働きかけによって近年のシンガポールでは暴力を伴う児童虐待が減少傾向にあります。児童虐待は言葉の虐待を表す Tier 1、暴力を伴う深刻な虐待を表す Tier 2という2種類のケースに分類されます。シンガポールでは Tier 2のケースの新規発生率が2023年時点で1000人あたり 2.4 人という結果に、例えばオーストラリアだと Tier 2の発生率は1000人あたり24人とされており、シンガポールは諸外国に比べ暴力を伴う児童虐待が非常に少ないんです。この結果は MFS が地域機関と協力し、児童虐待を Tier 1の段階で食い止められているためのものとされています。MFS は2020年に家庭内暴力に関する緊急チームを設置。以降、児童虐待に関しても様々なルールの変更が行われました。例えば、児童虐待被害者に対する定期的な健康診断の実施や監視の強化、また、親が健康診断や福祉職員の相談に応じない場合、職員には子供に直接面会する権利が与えられているんです。アイーシャちゃんたちの事件が起こったのは、MFS がこれらの対策に動く以前のこと。父親が兄弟を養子に出すことを諦めてしまって以降、行政は一切関与しなくなり、みるみる虐待は深刻化していきました。MFS が児童虐待問題に対する体制を変えたのは、アイーシャちゃんのね、事件の影響もあったと思います。政府がね、動かざるを得なかったこの事件、果たしてどのような結末を迎えるんでしょうか。最後の10ヶ月。
父親に引き取られてから2年間虐待の日々を過ごすことになったアイーシャちゃんと弟の A 君。暴力は日増しに激しくなっていき、部屋の監視カメラにはなんと16分間も止まらずアイーシャちゃんを殴打し続ける父親の姿が映されていたことも。そして父親が2人を養子に出すのを諦めた2016年10月、アイーシャちゃんたちをさらに追い詰める事態が。今日からここがお前らの部屋だ、そう言って連れてこられたその部屋は、これまで閉じ込められていたタンスと本棚の間の空間よりもより劣悪な環境でした。アイーシャちゃんたち兄弟はここから10ヶ月間裸でトイレに監禁されるんです。トイレから出られるのは食事をとるタイミングか両親がトイレを使用する時のみ。2人で過ごすにはあまりに狭く、とても衛生的とは言えないその環境に閉じ込められた2人はみるみる衰弱していきました。さらに両親からの暴力は止まらず、監禁から10ヶ月目の2017年8月10日、ついに最悪の事態が起こってしまうんです。その日の夜9時頃、アイーシャちゃんたちのアパートにはママ母のけたたましい怒鳴り声が響いていた。早くしな、そんなんじゃ足りないわ。彼女が睨みつける先ではアイーシャちゃんがスクワットを命じられていた。父親は2人の兄弟を監禁しつつも筋力に衰えが出ては困ると考え、トイレの中での運動を指示していたのだ。しかししばらくまともな食事を口にしていないアイーシャちゃんは足をガタガタと震わせ、すぐに座り込んでしまう。誰が座っていいと言ったの。激高したママ母は父親をそのまま呼びに向かった。すると彼女の話を聞いた父親は鬼の形相でアイーシャちゃんたちが閉じ込められているトイレへ駆け込んできた。クソガキが。父親に何度も殴りつけられ、その場に倒れ込んだアイーシャちゃん。疲れ果てていた彼女はそのまま気を失うかのように眠りについた。そして、あなたアイーシャが変な格好で寝てるわ、みっともないったりあらしない。ママ母がそう叫ぶと、父親はまたすぐにトイレへやってくる。このなんでお前らは言うことを聞かないんだ。眠っていたアイーシャちゃんと弟の A 君に殴る蹴るの暴行を加える父親。何度も執拗に暴力を振るわれるうち、アイーシャちゃんの体からは徐々に体温が失われていった。この日、アイーシャちゃんは父親の暴行で頭部を激しく損傷し、帰らぬ人に。死亡時の彼女の体重は5歳にしてわずか 13.2 キロ。栄養失調の状態にあったアイーシャちゃんのその痩せ細った体は、約2年半もの間、彼女がそのアパートで過ごした壮絶な日々を物語っていました。アイーシャちゃんが亡くなった際、父親は心肺蘇生を試みたと言いますが、すでに手遅れ。彼とママ母は証拠隠滅のため、監視カメラや子供を閉じ込めるためのゲートなどを処分し、その後、アイーシャちゃんを病院へ連れて行きました。娘の様子がおかしいんです。父親はそう言って事故を装いますが、汚物にまみれる生活を送っていたアイーシャちゃんの体には悪臭が染みついており、さらに暴行によって傷だらけの状態。虐待が行われていたことは疑いようもなく、病院は警察へ通報するんです。いや、もうこんな状態の遺体を見せられて誰が事故だなんて信じるわけ。この後に及んでもこの父親は自分の保身に走ってるじゃないのよ。最初はね、ちゃんと育てるつもりで引き取ったはずなのに、この父親がね、責任逃れをしようというこの体制というか姿勢を見てると、なんか本当に悲しくなりますよね、これ。取り調べにおいて父親はアイーシャちゃんの死について次のように供述。公園の滑り台で遊んでいる時、落ちて頭を打ったんです。彼は5日間の尋問で繰り返しそう言い張りましたが、それが出任せだということはもはや明白。多くの証拠を突きつけられ、最終的には虐待の事実を認めるんです。結局、アイーシャちゃんの父親は裁判で司法取引に応じ、殺人罪から過失致死罪に減刑。2024年4月30日、懲役35年の刑が言い渡されました。また、父親と同じくアイーシャちゃんたちを虐待していたママ母は2025年1月に起訴。児童虐待の罪で懲役4年と罰金刑。また、公的機関に対し虚偽の情報を伝えた罪にも問われており、追加で2年の懲役刑が予定されています。このほか、アイーシャちゃんと同じタイミングで病院へ運ばれた弟 A 君も生きてこそいたものの、深刻な状態であることに変わりはありませんでした。重度の栄養失調に度重なる暴力による外傷、精神的なトラウマと長期間の隔離による発達の遅れなどがあった A 君は3ヶ月の入院を余儀なくされるんです。何より A 君は当時4歳にして自力で立ち上がることができませんでした。その後 A 君は理学療法、作業療法、言語療法など各分野の献身的な治療を経て、他の異母兄弟と共に里親の元に預けられました。幼い少年少女を劣悪な環境に監禁し、来る日も来る日も暴行を加え続けた父親。その虐待の日々は想像を絶するものでした。苦しい状況に置かれた時、心を改めて状況を変えようとする人と、重圧に負けて虐待に走ってしまう人では一体何が違うのでしょうか。苦境にさらされても家族を守っていくため、あなたはどのような心構えが必要だと思いますか？
おそっす。皆さんね、いつもね、ご視聴ありがとうございます。ここでね、僕ら自身のね、悩みの共有でもあるんですが、はい最近ね、YouTube もね、規制厳しいんですよ、本当に。でね、皆さんもね、感じてると思うんですよ。昔のね、YouTube と比べて、規制厳しいなと。まあ、アルゴメトに限らずね、もう YouTube 全体でですよ、本当に。まあ、なので、まあ、ちょっと今ね、YouTube で規制されちゃう動画っていうのは全部ね、秘密結社アルゴメトリーの方にアップロードさせていただいてるんですけども、まあ、具体的にはね、今 YouTube で見せれないね、動画っていうのはこういう動画になります。まあそれこそ最近話題になったいろんな人が拉致されてる KK 円区に関する動画だったりとか、あとはこれもう本当に超有名事件なんですけど、ハローキティ殺人事件。ハローキティの人形の中にちょっといろいろ入ってたっていうね、話なんですけど、まああとはね、もう本当にちょっと都市伝説界隈でも話題になっているね、ディープステートに関する事件とか、あとは初期だったらエプスタイン島事件とかね、ここもちょっと繋がってたりするんですけど、まああとは北九州監禁連続殺人事件だったりとか、まあ本当はちょっと YouTube でやりたいなと思いつつも、ちょっとやっぱもうアップした瞬間に規制の表示が出るんですよ、実はこれ。チャンネルの機器よね。そうそうそう。なので、ちょっと致し方なくね、オンラインサロンの方にアップロードはさせていただいてるんですけれども、まあ、ただね、オンラインサロンも意味はあって、まあ一応このサロンのね、収益の一部っていうのは、まあ犯罪被害者の方だったりとか、あとは災害の被害者の方に寄付はさせていただいてます。まあ、つまりね、これ秘密結社アルゴメトリーに入って動画を見るだけで、サロンを通じてね、皆さんも寄付をね、行っていただいてるのと同じになるんです。あとはサロン限定のね、ライブ配信だったり、僕とヤミコさんと1対1でね、もう本当にオンラインでね、お話しできるワンオンワンの企画もね、すごい好評なんです。はい。あとはね、これ実際にね、対面しました皆さんと、僕とヤミコさんがオフ会を開いて、東京でね、オフ会を開いた時の様子の写真です。まあ、というわけでね、本当にサロンもコンテンツ盛りだくさんで、こういった感じでね、入ってよかったなっていう声をね、多数いただいております。まあ、とはいえね、ちょっといきなりお金払ってね、動画見たことないよ、みたいな。ちょっと不安だよっていう方もね、いると思うんで、今回ね、特別にね、もう新春っていうことで、新春無料キャンペーンを実施させていただきたいと思います。まあ今この動画を見ている方が、今このタイミングで入会すればですね、無料で限定動画が見放題なんです。まあ、ですがね、ちょっとこちらの無料キャンペーン毎回好評で、僕らもね、ちょっと上限をつけてはいるんで、いきなり締め切っちゃう可能性あります。なので、今まさにこの動画見てる方は、お早めにね、固定コメント概要欄の方から、秘密結社アルゴメトリーをぜひチェックしていただければと思います。